お嬢様、そんな格好で木に登らないでくださいってさっき言ったじゃないですか。小鳥なら私が返しますって。危ない！大丈夫ですか？ああ、肘を少しすりむいていますね。すみません。私が受け止めきれずに。でも、お嬢様も気をつけてください。巣から落ちた小鳥を返すのはいいことです。お嬢様の俊敏さも知っています。絶対やるなとは言いませんが、どうしても自分で戻したければ、相応の格好で、一声かけてくださいね。え？ああ、いいんです。私の帽子は。潰れた帽子はすぐに直せますが、お嬢様が怪我をしたら、そうはいきませんからね。私にプレゼントを？どうしたんですか？誕生日はまだ先ですよ。帽子。気にしなくていいと言ったのに。でも、嬉しいです。大切に使いますね。そうです。お礼に私からは、お嬢様とフクロウタの新しいリボンを送らせてください。おはようございます、お嬢様。そろそろリンゴ以外のものが食べたいところですが、まずはこれを。どうしました？私の夢を今日も。お嬢様、そんなに私のことを。いえ、どんな夢だったんですか？帽子を。そうですね。お嬢様からもらいました。すみません。もらったのは覚えているんですが。昨日と同じですね。少しおぼろげな部分があります。私の帽子のこと。はい。昨日考えた通りだと、今は確信しています。少し聞いてもらえますか？フェリチータ、私はあなたのことを愛しています。いきなりじゃありません。いつも思っていることです。あなたの能力を使えば、たやすくわかることですよね。先日のアルカナデュエロの直前、お嬢様はパーパーのために運命の輪を使いましたよね。
でも、能力を制御しきれずに暴走させた。私は自分自身の中和能力も使いましたが、同時にリ・アマンティに誓いました。足りない分は私の心を捧げますと。お嬢様が記憶を失うことは耐えられない。私の自己満足と自覚しながら願いました。自分の心の一部とお嬢様の記憶なら、私は自分の心の一部を失うことを選びます。失ったことがどんな形で現れたとしても、私は後悔しません。後悔するはずないじゃないですか。私自身、根拠を示すものがなかったので、昨日はそのことを話しませんでした。ですが、今日のお嬢様の話を聞いて、確信に変わりました。私の中のお嬢様との思い出が曖昧になっている出来事は、リ・アマンティに渡した恋心の一部です。昨日話した夢、あれは恋心ではないですが、フェリチータと向き合うきっかけになった大切な出来事。今日聞いた話、その頃の私は、あなたに今とそう変わらない気持ちを抱いていました。どちらも、リ・アマンティが代償として求めるのにふさわしい思い出です。いいんです。こうなってもおかしくないと、あの時に分かっていたことですから。私には今みたいに、あなたの言葉で話してくれれば、それで満足です。あなたの口からこうして私の行動を聞けば、ああ、私らしいと感じられるし。どれだけ私がお嬢様に心を奪われていたかを理解できます。だから、あなたがどうしても再び運命の輪の力を使わなければいけない時が来て、その力に見合う心を持っていなかったら、私の心をリ・アマンティに渡すことを許してくださいね。フェリチータ。アルカナ能力を強くしたければ、精神力を鍛えればいい。君が無自覚に能力を使わないため、精神力を鍛えようとした。運命の輪が求める代償を私の能力で相殺してあげよう。そのためにはより強い人の思いや絆が必要だ。そんな言葉、反則です。フェリチータの一言で、どれだけ私の心が満たされていくかを知らないんですから。満たされていくのは、もちろん、恋心のことですよ。では、私らしい言葉で、あなたに誓います。
お嬢様のためなら、私はどんな苦しみにだって耐えられます。あなたの盾になります。失っても、それを補ってあまりある思いがあるから大丈夫です。だから、泣かないで。とにかく自分のことを大切にしてください。フェリチータからもキスをください。とてもお嬢様らしいです。本当に蹴らなくても。お嬢様、あそこにリベルタたちが。その向かいにいるの、私？はあ？なんでルカが2人いんだ？正面から来た帽子をかぶったルカ。そして右手方向から帽子を持たずにお嬢さんと現れたルカ。皆さん、ここで何を？パーチェとデビトを待っているところだ。なんか変な霧が出て全然みんなに会えなかったんだけど、昨日の夜になって霧が出なくなってきてさ。それで徐々にこうして集合できているというわけだ。タロックの方は俺が回収してきた。残るはジョーリーだけだな。あとはどっちが本物のルカかだよな。お嬢様、離れてください。そいつは偽物です。そうですね。お嬢様、ではダンテやリベルタたちの方へ行ってください。一体どういうつもりですか？それは私の方が聞きたいところです。拉致が開かない。あなたはアッシュですね。はあ、アッシュ。つまらない挑発はどこで覚えたんですか？おい、アッシュとは誰だ？へえ、じゃあこのまま戦いが始まったら錬金術バトルってことになるのか？なるのかじゃない。何を悠長なことを言ってるんだ。だってな、戦いに水差すのも男としてどうよ。どれ、何の契約者になったのかタロックを見てみるか。魔術師。皆さん観客になってくださるようです。これで思う存分あなたに罰を与えられますね。で、何をそんなに熱くなっているのか。その帽子を返してもらいましょう。自分のものをどうして返す必要があるんです？触るな！
化けの皮が剥がれていますよ、アッシュ。その帽子がどれだけ大切なものか、理解しない人間に被られていると思うと虫唾が走ります。いい加減に。あっ、ラルモリア・デ・ラ・ルーチェイ。あんな激高したルカは今まで見たことがない。その言葉に対して私が返すのは、ありがとうございますですね。お嬢様、心配をかけてすみません。でも大丈夫です。私はいつも通りですから。はあ！無駄話はおしまいだ。イチゴ頭、運命の輪を使え。運命の輪の力を求める奴がいる。与えられたら元に戻すことができるのか試したい。タロッコの力は使うためにあるんだろう。だったらその力を使う危険性も分からずに使え使えと繰り返すな。ラルモリア・デ・ラ・ルーチェイ。どっちが偽物なんだか。それくらいのことをあなたは私にしたんです。はあ！うわっ！当たりません。質問を変えます。今の能力は魔術師の力では、動物の姿の方は自分で制御できているんですか？できていないでしょう。その方法を探しているんじゃないですか？なんでそのことを。戦争の数式見せてもらいました。一度姿を変えた者が元の姿に戻る術を研究している経過が記されていましたね。しかも随分と昔から。そうそう、数式の間違いは直しておきましたよ。いちいちうるさい。人のやることを盗み見て詮索なんて趣味が悪いな。そこまで分かっているなら答えをよこせ。それが錬金術師の姿ですか。手段を省いて答えだけを望むあなたに錬金術師を名乗る資格はありません。これで最後です。
光は幸福を呼び、人と共にあり。クワットロー・エリッツターン。うわっ！アルカナファミリアにはもう一人錬金術師がいます。彼なら何か有益な情報を持っているかもしれません。一度聞いてみたらいいんじゃないでしょうか。聞くは一時の恥と言うでしょ。お前以上に性格悪いやつだろう。さっきの風はそいつの仕業だ。違うか？ええ。本当に性格が悪いです。いいのか？そんな悠長なことをしていて。日が沈んだぞ。さあ、変わり果てたファミリーのお出ましだ。